サムライチャンネルへようこそ。いや、今年もね、雪が溶けて暴走族のね季節がやってきましたね。そしてね、今シーズンはですね、この2台の草刈り機を用意しましたので、この二刀流でサムライチャンネルをお送りしていきたいと思っています。今ね、 WBC で大谷選手がね大活躍しているんですけれども、あの二刀流できればですね、バッターボックスには両手にですねバットを持って2本のバットでねバッターボックスに立っていただけると、まさにこれぞ二刀流という感じがするんですけれども、サムライチャンネルもですね、この2台の草刈り機でね、これぞねまさに二刀流、これこそね二刀流ですよ。重い。いや、しかしね、これは本当重いよ。これ本当重い。ちょっと安全性の部分もありますので、さすがにねこれはちょっと難しいかなということで、2種類のね草刈り機を使って今年も安全に暴走行為を楽しんでいきたいと思っています。そしてこの2台の草刈り機のね特徴についてはね、また今後の動画でねぜひレビューを行っていきたいと思ってるんですけれども、新車をね用意しましたので、昨年勉強させていただいた鳴らし運転、ヒートサイクル鳴らしですね、この航空機の技術をね応用した鳴らし運転、今回はねこちらの模様をお送りしていきたいと思います。ヒートサイクル鳴らしといっても自己満足の部分はあるかもしれないんですけれども、草刈りにね楽しみを感じていくには新車の時にしかねできないこの鳴らし運転ですね。ぜひね今回はねヒートサイクル鳴らしを行って楽しんでいきたいと、そんなふうに思っています。それではその鳴らし運転の模様をご覧ください。さあ、それでは鳴らし運転用の混合ガソリンを作っていきます。作るといってもね、何か特別なね、作り方をするわけではなくて、鉱物油ベースの2サイクルエンジンオイルを使って、50対1でね、混合ガソリンを作っていきます。昨シーズンはですね、AZ さんのプレミアムを使って、100対1でね、ずっと作ってきたんですけど、鳴らし運転の時には、鉱物油の方がいいということと、あとね、オイルも少し濃いめの方がいいんじゃないかというね、アドバイスもありまして、結果的に行き着いたのが、説明書に記載してある通りの50対1での鳴らし運転ですね。化学合成油ベースの2サイクルエンジンオイルですと、逆にツルツルしすぎてしまって、当たりがね、出にくい感じになるんですかね。そんな細かいことはね、考える必要もないんですけれども、できればですね、この仮払い機の持っている性能を 100% ね、発揮できるようなマシンに仕上げていきたいと、そんな思いもありまして、鳴らし運転はね、やらないよりかはやった方がいいだろうということで、今回ね、ヒートサイクル鳴らしということで、取り組んでいきたいと思っています。名前もかっこいいじゃないですか。ヒートサイクルとかってね。さあ、それではね、燃料タンクに混合ガソリンを投入していきます。今回11分1サイクルを3回ね、繰り返して行いたいと思っていますので、だいたいね、30分くらい持てばいいかなということで、250cc の混合ガソリンを投入しています。2台ありますので、それぞれ 250cc ですね。鳴らし運転ですので、あまり回転数を上げるわけではないので、このぐらいの量あればね、30分ぐらい余裕で持つのかなと、そんな計算で投入をしています。さあ、それでは燃料を投入しましたので、エンジン始動の儀式に入っていきます。まずはプライマリーポンプをね、何度か押し込んで、キャブレター内にね、ガソリンをしっかりと回していきます。タンクが空でしたので、いつもよりね、数回はね、多く押す感じですかね。プライマリーポンプの中にもガソリンがねしっかりと満タンになってきますので、そうなりましたらチョークをオンにしてスターターロープを引きます。通常ですとねここで一発でかかってくるんですけど、初めての時にはねやっぱり何度か引くことが必要になりますね。かかりましたらチョークは戻しておきます。そしてまずはですね、このヒートサイクル鳴らしの1番目の工程としては、アイドリングの状態で3分間そのまま放置します。
続いて2台目の方も同様にエンジンをかけていきます。これこそまさにね、2台の仮払い機が奏でる騒音、騒音、騒音ですね。そしてアイドリング状態で3分間経ちましたら、チップ層に動力が伝わるぐらいな低負荷回転で5分間ね、しっかりとね、エンジンに熱を入れていきます。いや、しかしね、いいエンジンをしてますよね。今回鳴らし運転ですので、この仮払い機のね、全てをお見せするわけにはいかないんですけど、反応いい方ならね、もうピンと来てる方もね、いらっしゃるんじゃないですかね。それでは少し回転を上げた状態で、そのまま5分間放置をしておきます。さあ、それでは5分間経ちましたので、3つ目の工程に入っていきたいと思います。3つ目の工程では、2つ目の工程でね、少し回転を高めてエンジンにね、熱をしっかり入れたので、今度は3つ目の工程ではアイドリング状態をね、3分間続けて、今度はね、エンジンをね、冷ましていきたいと思います。つまり1つ目の工程で3分間暖気運転をして、そして2つ目の工程ではしっかりと熱を入れていく。そして3つ目の工程ではまたアイドリング状態を保って冷気運転を行ってエンジンを冷ましていくと。そして3つ目の工程の冷気運転を終えましたら、エンジンを止めてエンジンをしっかりとね、冷ましていきます。そしてね、なぜこのね、寒い時期に鳴らし運転を行ったかということなんですけれども、現在ね、外気温がね、2度なんですよ。この日はね、もう周りの山はね、雪が降ってるようなね、天気なんですけど、こういう寒い日だったら、しっかりとね、熱を入れたエンジンを冷ましてくれるんじゃないかなと。つまりヒートサイクル鳴らしっていうのは、しっかりと熱を入れたエンジンを、今度はね、しっかりと冷ますことによって、徐々に鳴らしていく方法なんですよね。今回は3分、10分、3分のね、一工程をね、ご覧いただいたんですけれども、これをね、3回繰り返して、その後にですね、草を刈りながら、徐々に、エンジン以外の部品もありますから、トータルでね、2時間くらいのね、鳴らし運転をして、鳴らしをね、終えたいと思っています。特に春先の草は、柔らかい草が多いので、あまりね、回転を上げなくても、暴走行為ができると思いますので、鳴らし運転にはね、最適な季節かなというふうに思っています。そしてその後はね、草の成長とともに、必然的にね、回転数もね、上がる傾向にありますので、自然とね、よく回るエンジンに仕上がってくれるんではないかなというふうに思っています。そしてこの熱による金属のね、膨張と収縮を利用した、この鳴らし運転が、一番ね、理にかなってるような感じがしますね。さあ皆さん、今回もいかがだったでしょうか。サムライチャンネル、実はね、今シーズンもね、企画が盛りだくさんでございます。皆さんに少しでもね、草刈りに楽しみを感じていただけるような動画を作成していきたいと思っていますので、応援よろしくお願いします。そして何よりですね、皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが動画作成の励みとなりますので、応援よろしくお願いします。それでは草刈りに楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。